皆さん、こんにちは。スピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの海運先生術師、新海真希です。さあ、今日はですね、早速なんですが、シリーズでお届けしているタイムレスのメンバーの星読み、動画を今から皆さんに見ていただきたいと思います。その興味ある人もない人もですね、とてもいい勉強になりますし、これ今シリーズでお送りしているので、自分と同じ星座のね、人とか、こんな風に活かせれば、社会でこう伸びていけるんだなとかいう、まあそういうアドバイスにもなると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。でもまず早速いきますが、今回は橋本正樹くん、合ってますでしょうか？名前、フルネーム。合ってますかの、チャート読みです。で、ガイアハウスで先生術を学んでいただいている、オーストラリア・ブリスベンにお住みの聖子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。橋本雅君のホロスコープを見ていくと、まずすごく特徴的なのが土のエネルギーの強さです。土が多いので人生前半は特に感情を出すことが難しいんですね。傷つかないように慎重になったり、自分の気持ちを簡単に見せなかったり、チャレンジも勢いではなくて本当に大丈夫かなと確認しながら進むタイプです。しかもヤギ座に月と火星があるので感情より先に理性が動きやすい。だから感情を出さなくても生きていけるくらい自分をコントロールして、生きてきた方なんだと思います。でも橋本君は人生後半に向かうにつれて火と風のエネルギーが強くなっていくんです。つまり最初は自己表現が苦手だった人が成長とともに自分を表現する人へ変わっていく。しかもただ目立ちたいだけではなくて調和しながら自己表現する方向に向かっていくんですね。天秤座に太陽、ベスタ、ハイジアがあるので彼にとっての美しさというのはみんなが心地よくいられることなんです。だから自分が前に出たいというよりは周りが幸せなら自分も嬉しいという精神性を持っている方です。これはかなり天秤座らしい愛の形だと思います。そしてドラゴンヘッドは獅子座にありますが、彼の場合の獅子座というのは僕を見てという自己主張ではなくて自分と関わることで周りの魅力が引き出されていく形なんですね。なので彼の自己主張というのは誰かを輝かせることで自分も輝くタイプなんです。そして、サソリ座のエコー、水星、セレナ。ここは本当に感受性の強さが出ています。人が言葉にしていない感情を察知したり、空気を読む力がすごく強いんです。だからグループの中で実は一番周りを見ている人かもしれません。悩みを打ち明けられなくても、この人ちょっと無理してるなぁなんて気づける。そんな必要な時にそっと声をかけられる。セレナもあるので、その感受性を人を育てる力として使える配置でもあります。ただ、一人で抱え込みすぎると、人の感情を受け取りすぎてしんどくなる。だから、だからこそ彼はコミュニティやグループの中でその力を使うことで、この才能が生きていく人なんですね。あと、いて座のカイロンとリリスはかなり重要です。彼にとってコンフォートゾーンを出ることはとっても傷つきやすいことでもあります。挑戦して失敗したり、自信をなくしたり、その経験を繰り返しやすい。もしここでもうこれでいいやなんて投げ出したり、自暴自棄になる方向へ行くと、本来の流れからずれていきやすくなります。でも逆に言うと、怖くても一歩出ることで魂が開いていく配置とも読めます。チームワークの中でエゴが強く出すぎないこと、そして過信しすぎないこと、これは彼にとって重要なテーマだと思います。そして、水亀座に海王星、天王星、ドラゴンテール、プシキを持っているので、本来は仲間と未来を作る力がとても強いです。彼の情熱というのは自分が一人勝つことではなくて、みんなで一緒に上昇していくことなんですよね。だから調和を崩さずに、自分のちゃんと出していく。そこに向かえば向かうほど彼はどんどん自由になっていくと思います。蟹座にパラスもあります。なので、どこかすごくなんかお母さん的な存在とか要素があります。仲間を家族みたいに見守る力がある。だから新メンバーであってもどこか俯瞰でみんなを見ている感じがあるし、今後は精神的に支えていく、そういう立場になる可能性もありそうです。そして乙女座の金星、セレナ、エロス。ここは持って生まれた品のある
色気を感じさせます。しかも乙女座なので努力し続けることで彼の魅力がどんどん磨かれていく。完成して終わりではなく成長し続けることで輝く人なんだと思います。牡牛座の木星と独創性もあるので続けていくことで人生が拡大していくタイプです。コツコツ積み上げたものが後から大きく花開いていく人、それが橋本くんです。以上です。ありがとうございます。素晴らしいね。全部こう網羅していただいたんじゃないかと思いますが、まあ私もほぼ同じですが、ちょっとこう、おさらいましてみると、本当にこの人は天秤座ですが、エレメントは圧倒的に土が多いんですよね。だから、感情を表に出すのは非常に難しい。で、多分これを見てる人も、そういう人を自分が、で、そうだなと思う人いると思うんですけど、グループの星読みのいいところは、その中でなんか自分に一番近そうなタイプの人を読むと、どうすれば、それをうまく活かしていけるのかっていうのがわかるんですが、私的には、私はもう、今まで読んだ中で彼が一番自分に近くて、とにかく感情をどう表現したらいいのかわからない。悲しくても泣かないし、私がどう感じているのかをなんか誰も汲み取ってくれない。自分が抑えてるからなんですけど、っていう人生をずっとやってきたので、他の人にとって泣くことが簡単でも、こういう人にとっては難しかったりするっていう、もう本当に葛藤だったと思います。今、聖子さんが言ってくれたように、感情を表現していくことがテーマにもかかわらず、土が多いから難しい。なので、それを課題に設定してきている。で、それを打ち破っていく術をこう見せていくことで、同じような、例えば私みたいな人が見てて、あんな風に感情って出していってもいいものなんだとか、こうやって出していけばいいんだ。出しても調和って、多くの人は多分調和が壊れるのが怖くて感情を我慢するんですが、その出すことによって調和が生まれる感情だってあるんだとか、いろんな学びをできるわけですね。彼を見ることによって、彼のこう成長。で、彼の場合は、感情を出せないところから出せるようになっていく成長を多分ファンの方とか視聴者に見せていくっていう使命があるというのが今聖子さんが言ってくれたもうチャートからすごくわかります。いつも小惑星が大事だよって言ってるんですが、彼は人生後半になると小惑星が人生って強くなるんですね。そこではのエレメントが一番減る。っていうことは、つまり感情をバリバリ出せるようになるっていう、こうゴールに向かっているんだよっていうのが、もうそれだけでも星読みでね、パッとわかると思いますし、このベスタとかハイジャーとか太陽とかが天秤座にいるから、本当にバランスマスターなのもわかるし、聖子さんが言ってくれたようないろんな位置から、この人多分新しく入ったから、もちろんリーダーは別にこういるんでしょうけれども、実はすごい向いてる。ね、今、聖子さんが言ったように、8人いても、彼、心の中でこう思ってるんだろうなとか、逆に、ここちょっと苦しいんじゃないかなとか、しんどそうなのが分かるわけです。彼が分かっちゃう。だから、ここでこんな言葉を言ってあげたら、彼はほっとするんじゃないかな、元気になるんじゃないかなっていうのを、このリーダーに代わって隠れリーダーみたいな感じでやる役割っていうのがいると、すごい助かるじゃないですか、グループって。だからまさにそれがすっごい敵に。だからなんか本人も気づいてないようなちょっと苦しいところとかに大丈夫だよ気にしなくてとかいうフォローを多分今もしてると思うし、これからもそれをしていくことになるのではないかと思います。どうでしょうか。聖子さんはもう全く詳しいわけですけれども、ファンでもあるので、はい。私たちははい。ただ星を見ているだけですけど。はい。そうですね。なんか本当練習会で橋本くん読んで、で、まあ、タイムレスの番組だったり、なんか記うん事をネットでこう読んだりしていくんですけど、やっぱまさにそうんの通りだなと思うような出来事があったんですよ。う今、んね、風磨くんがちょっと喉の調子が悪くて、おうん休みしてるんですけど、風磨くんなしで今、コンサートツアーをやってるんですね、タイムレス。で、やっぱり
風磨くんのファンもいるし、でもみんなをこう一気にまとめたいっていう気持ちがあったんでしょうね。なんかそのペンライトを風磨くんの、メンバーカラーに変えましょうみたいな感じで、こうサジェスチョンというか提案して、その一気にその紫のペンライトになったっていう話を聞いたんで、そこはちょっと正樹くんがやる、なんか言いそうな言葉だなとか思って、すごいああ、感動いいですしました。ね。うん。鳥座の水星栄光、セレナ、ね、それから射手座のジュノーとかパンドラとか、その辺が生かされている、まさにエピソードだと思います。で、ちょっとですね、今、プログレスの、ことを話していくと、私たち、やっぱり先生術師の醍醐味って、セッションしたときに、その時のプログレスとトランジットを見ていることによって、ちょっとこの半年こういうことをした方がいいし、こういうチャンスですよとか、こういうことをやめた方がいいですよっていう、まあ、的確なアドバイスができるんですけど、まあ、彼の場合は、オーディションが通った瞬間の星回り見ると、プログレスのエコー、いて座の冥王星と重なったり、水星がジュノーと重なってたんですよね。だからその自分を表現するのが必ずしも得意ではない彼が、ちょうどもうこの時期に魂の奥にある声と深い深いこれからやっぱり自分の好きなことをやっていきたいということと自分の人生を自分らしく生きる権利、自分を表現していく権利が一番強くなるマニフェステーションの時期だった。だからこの時期を逃すと、やっぱりどうしても埋もれてしまいそうな、こうね、控えめなところがあるんですけれども、この時期は出せているということが起こったと思いますね。うん、それからトランジットの方も、トランジットの応援っていうのも、ある時期に、チャレンジをするっていうのを先生術ではお勧めするんですけれども、ちょうどその時、冥王星、海王星、プシケ、木星、天王星、土星、月、水星、このあたりがもうとにかく調和してた。これはもう彼にとっては宇宙の大きな意志がこの人を見えるところに押し上げてあげよう。この人を見えるところにやると多くの人にとって今言ってたみたいなこう自信につながるような成長を遂げてくれるんじゃないかっていう白羽の矢が当たる時でした。だからこういう時にオーディションを受けないと本当にもったいないからやっぱり受けてよかったなというふうに思いますね。ちなみに今とこれからのトランジットとか、プログレスを見てるとですね、すごい期待できると思いますね。この人のハイジやエコーってとても重要なバースチャートにあったはずなんですけど、プログレスでここから重なっていき、そして彗星ね、表現していくものがパンドラ、新しい箱を開ける。重なっていくので、彼のこう今まで抑えてきたからこそ、彼のこう心の表現、発信にものすごくこう元気をもらう人とか気づきをもらう人がすごくこう増えていく、新しい彼の人生のこうフェーズに入っていく時期だというふうに思いますし、トランジットはカリスマのトランジット、カリスマ性が出るトランジット、冥王星火星、金星木星セレス、こんだけもうね、調和してたら、いいじゃないですか、どう考えたって。彼の良さが自動的に。なので、すごいもう人気がますます上がっていくんじゃないかというふうに思いますが、まあ、一個だけ、注意すべきは、まあ、これは多分大丈夫でしょうけど、過信しないことですね。そういうのがある時期って、もちろん彼の力なんだけれども、宇宙の応援もある。これが2つあって人生ってうまくいくんですよ。だからなんかガーッと調子がいい時って、宇宙の応援も受けている感謝って思わないで、もう全部俺の力だと思っちゃうと、ドスーンってこう、その後なるので、これはいつも私もセッションする人に、調子いい時こそ宇宙の応援だよっていうことも分かっておいた方がいいよっていうふうにお伝えするんですが、という感じではないかと思います。ということで、ではですね、先生術と並んで、もう本当に今、ガイアハウスでも一番人気のセッションは、セプタグラムソウルジャーニーリーディングですね。こちらの方の解説を、じゃあ今度はゆきさんにお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。橋本さんのソウルのバースチャートからいきます。軽やかさ
橋本さんのバースチャートには軽やかさと厳しさの両方のバランスがよく存在しています。双子座や水亀座のカードからは自由で軽やかに人生を歩んでいくエネルギーが感じられます。一方で、土星や乙女座のカードからは、物事を丁寧に追求し、高い理想を持つ完璧主義的な一面も読み取れます。また、エニアグラムのカードからはとても繊細で感受性豊かなソウルであることが伝わってきます。しかし、10ハウスにドラゴンヘッドを持つことから、たとえ傷つく経験があったとしても、自分自身とその可能性を信じながら、一歩一歩成長し続ける使命を持って生まれてきたソウルだと感じます。そしてとても努力家であり、仲間やグループに所属することで、自分の中にある影の部分を光へと変容させていく体験をするために、この人生を選んできたようにも見えます。まさに潜在意識からは、今いる仲間やコミュニティを大切にしてくださいというメッセージが伝わってきています。また、橋本さん自身が周囲を照らす存在であり、大きな愛と応用力で人を支えながら、調和の取れた世界を作りたいと願っていることも感じられます。さらにこれからの魂の成長は、安心できる場所に留まるだけではなく、コンフォートゾーンを抜け出し、新しい挑戦を重ねていくことで加速していくことでしょう。その先にこそ、これまでとは違う新たな悟りや気づきの境地が待っています。そんなメッセージを潜在意識から受け取りました。以上です。はい。ありがとうございます。こっちが潜在意識の方でね、両方見ていただいて。セプタグラムソウルジャーニーリーディングのこの65枚のカードっていうのは、ある時宇宙から授かったカードなんですけども、占星術の12の星座と、それから10個の主要天体だけじゃなくて、新時代占星術使う11個の小惑星ですね。それから、新世紀科学、そして数比術で使うカード、すべてで65枚。として降りてきました。で、それで何ができるかというと、ソウルの生まれた瞬間のバースチャートができる。さっき見ていただいたのは先生術、今世のみですよね。でも、ソウルが生まれた瞬間のバースチャートの方が、今世を超えて目指している本当の最後のエンライトメントというか、悟りの境地に達した姿で、やっぱりそこに近づこうとしている人生の人は、やっぱり必ず宇宙の応援が入るんですね。だからやっぱり宇宙、そのソウルのバースチャートを知っておくということは、ものすごく大事。願望を実現していくためにも大事。で、彼は今言ってみたような、これ本当に二面性ですよね。なんか繊細さと、厳しさと、自分に対するすごく努力家なところと、すごく感情に、敏感なところと、それらを、どちらも、自分を苦しめたりする材料にもなりますよね。その二つって。それを苦しめる材料じゃなくて、バランスをとる調和な美しさへと変えていくという使命。だから両面を持ちながらそのバランスをとっていく、マスターを目指しているということがよく分かったんじゃないかと思います。それが分かっているとね、本人もね、なんか悩まなくて済みますよね。二面性がある人ってどっちが自分なのって悩むことが多いんですよ。私もそうでしたけれども。だけど、どっちも自分っていうゴールに彼がたどり着いていくということが理想的かと思います。ということで、ありがとうございました。さあ、それでは続いてはタイムレス、このシリーズ最後のメンバー、テナニシ君の先生術の星読み、そしてセプタグラムソルジャンニーのカードリーディングの内容をお届けしたいと思います。早速ですが、テナニシ君のバースチャートをちょっとこちらにお見せいたします。見えておりますでしょうか？で、これも早速、この素晴らしいバースチャートの解説を今回、星読みナビゲーターのさとみさんにお願いいたします。さとみさん、よろしくお願いします。はい。テラニスさんのバースチャートでは、感情がキーになっていました。太陽がヤギ座の初めにあり、月は多分いて座。しっかりとしたい自分とおおらかな自分の二面性を持ちつつ、土星が絡むカイトがあることも特徴です。魚座に土星があるので、自分の感情をあえてわからないように抑え、長年ひたむきに努力を重ねて頑張ってこられたことが伺えます。
魚座には土星以外にも純粋な光であるセレナもあります。このセレナを使い、魚座本来の優しさ、共感力といった今まで土星の力で制限され、気づかないようにしていたかもしれない感情を少しずつ解放し、柔軟性を持つことでカイトが発動して、彼の良さがどんどん出てくることでしょう。頑固さには気をつけて、うまく感情をデトックスしていくことがポイントです。また、今回タイムレスというグループに入ったことにより、コミュニティの中で自分の居場所を見つけていく水亀座のプシケも活かされます。そして声にならない獅子座のエコーにも、きっと気がついてくれる仲間の存在により、彼の無邪気な獅子座的部分にも光が当たることになりそうです。以上です。ありがとうございます。もうこれは突っ込みどころがいっぱいあるチャートなんですけれども、まあ一番大事なところを見事にピックアップしてお話しいただいたと思います。ヤギ座のね、太陽、水星、海王星、天王星って、ヤギ座がやっぱりオーバーロードの人って、しっかりしているっていうふうに見られるんですよ。で、本当の内側を表す天体じゃないんで、でもここに入ってるのは。で、例えば月とかですね、ジュノーとかパンドラとかは、実は射手座。で、射手座とヤギ座って真逆なんですよね。実は大雑把で雑っていうのが射手座で、ヤギ座はもう彼はしっかりしてる。で彼は多分二つを持っていて、でもヤギ座を求められることによって、ひょっとしたらしんどいところもあったかもしれないなっていうのわかりますよね。でも言ったように魚座の土星が自分の感情みたいなものを出していかない。で、しかも、獅子座のエコーっていうのがすごい典型的な、獅子座って主役になりたいの。目立ちたいの。バラエティで MC をやりたいけど、エコーがそこに入ってると、それは本音だけど気づかないし隠す。だからずっと僕は、彼らのね、事務所の王道のアイドルとかみんなのとこじゃなくて、役者とか、ちょっと主役じゃない、しかも、存在でいいやって多分思い込もうとしてきている。でもそれだったらオーディション受けないじゃない？でもここでオーディション受けようと思ったのは、なんかこのエコーを花咲かせたいとか、射手座のもうやっちゃえっていうのができてきて、本当はヤギ座で行こうとしてたんだけれども、なんか入ったわけですよね。彼の本当にやりたいことを目覚めさせるような。で、よかったですよね。でもまさに里見さん言うように、水亀座のプシケってグループに所属した方が居心地の良さやいいところが出るんで、その魅力が全開になった。あとやっぱりサソリ座の金星ドラゴンヘッドの人って芸能人で見てくるともうなんか溢れ出す色気みたいな、なんか内側からあるなんか魅力なんか説明はしきれないんだけど、顔がめちゃめちゃかっこいいとか、そういうわかりやすいものじゃなくっていうのはすっごい持ってるから、これから多分、年取れば取るほど、すごい楽しみな、ね、成長をしていかれるんじゃないかと思います。里見さんありがとうございます。じゃあ、タイミングが今あったという話なんですけど、先生術はホロスコープって言って、ホロってアワー、時間のことなので、実はタイミングを見るんですね。私も個人セッション2万件やってますけど、みんな継続セッションの人もタイミングを見に来る。本出版しようとしてるんだけれども、いつぐらいがいいですか？今年やっても無理です。来年だったら出版の神様がついてますとか、いろいろあるわけです。だからこういうタイミングに乗っていくと、うまくいくわけですが、ちょっとゆきさん、一つでもいいので、トランジットでオーディションの時に起こっていたことをね、説明してもらってもいいですか？はい。サソリ座の金星とヤギ座の天王星のオポジションがあって、これがとても大きな転機として作用していたと思います。はい。以上です。はいはい、ありがとうございます。そうですね、これ結構大事なんですよね。で金星って割と芸能人に守る神様でもあるから、すごく大事。それも起こってたっていうところですよね。この影響でゆきさんはどんな風に出たと思いますか？
寺西さんの、はい、今のこのトランジと言っていただいた金星の影うん、響がオーディションでどんな風にうん。あ出ましたの、かね。今までまあ、自分でこう、表現したいと思ってもなかなか出られなかったことが、なんかこの時うん、に限ってこう、スムーズに、自分を出しうん、ていけたっていうところにつながってるんじゃないのかなと思います。そうですね。確かに。こういうのがあると、ね、出しにくい人だから、さっきので言うと、もともとは。出しにくい人でも出せるタイミングがあるよっていうことですね。で、実は、これ見ていただいたらわかるんだけど、冥王星が、このオーディションのね、タイムレスのオーディションの時ってずーっと長く冥王星はヤギ座時代をいたので、ヤギ座に天体がいっぱいある人はちょっと苦しかったんですよ。もう、だってただでさえヤギ座ってしっかりしなきゃいけない。余計な変なことしない。もう言われたことをちゃんとやろう。で、こう見張られてたのが、パッと出たタイミングなんですね。だから、この年代の子たちっていうのは、割とヤギ座の冥王星の、ヤギ座に、ヤギ座に天王星とか海王星がある子も多くて、で、彼の場合はもう太陽と水星もあっちゃうから、多分ずっと抑えてきてた情熱みたいなのが水が水に入ったと同時に解放されてきたっていうのが大きいし、一番大きいのが実はここに、エロス、あの、エロス、ヤギ座に、このオーディションの瞬間、ヤギ座の25度にあったんです。で、彼のバースチャートがヤギ座の25度に天王星があるんですよ。ってことは、天王星って変わりなさいっていう、どうやったら変われるかっていう時に、エロス、本当は大好きなことはあるんでしょ？だって、もともとそこ入ったの、本当は歌って踊りたかったかもしれないじゃないって、こう、本音がバッと爆発に出てきて、オーディションを受けてみようかなってなったと思います。なんか苦節何年とかよくあるけど、お笑い芸人さんとかも多いけど、特にアイドルってさ、年取るとなかなかこう難しくてどっかで辞めちゃうんじゃない多分普通事務所30近くになってくると。っていう中でもいたってことは本当は大好きだったのよね。だからなんかそれがきっと出てきているタイミング、エロスが天皇星と重なったのはもう本当に実証でこの時だけだと思いますし、海王星とドラゴンヘッドがサソリ座のさっきの金星とも調和してたんです。で、言ってもう本当にゆきさんが言ってくれた通り、天皇星が金星の真向かいにあったから、これは自分の魅力が爆発的に広がる。もう、まさに金星って自分の魅力なんで、外に向けての。なんか自分がすごいアピールしなくても、魅力が広がる時だった。で、その突然のチャンスの変化が引き起こされていたんじゃないかと思います。で、ちょっとソーラーアークっていうプログレスでも見てみたんですけど、リリスっていうエゴがカニ座のベスタとも重なってたんですね。だから深いところに隠されていた欲望、テーマが自分の信念の情熱がバーッと燃え上がってくるっていう、だからすごいそういうのがこう一気に普段冷静なはずの彼に起こって、でも、だからオーディション出てくれてよかったですよね。ファンの皆さんにとっては。っていうやる気を出してくれて、まあ良かったなというタイミングだと思います。ということで、まあ、見事にトランジットを生かした結果だと思いますが、じゃあ今度はもっと深く見れるのがセプタグラムソウルジャーニーのカードリーディングですね。ここちょっと聖子さんにお願いしていいでしょうか。はい。寺西くんのソウルのバースチャートです。まず全体のカードから受け取った印象は、寺西くんのソウルは喜びや希望を感じながら変容していく姿そのものを周りに見せていくこと、そして自分らしく輝きながら生きるということが大きな人生のテーマなのかなと思いました。ちなみに喜びや希望を表す、すいません、カラーセラピーですと喜びや希望をイエローで表すんですね。で、変容っていうのは紫なんですけど、この2つの色っていうのは共に補色の関係になるんですけど、全く違うものをこの、寺西くんはまあ混在しているとか持っているっていうのがもうここからもすごく読み取れると思います。
また変容を象徴する二大天体であるペルセポネとプルートが向かい合うように配置されているのもとても印象的です。ここからも変わっていくことや脱皮していくことが人生を切り開いていく大きな鍵になっているように感じられます。そしてベシカバイスからは夢や理想を現実の形へとしっかり落とし込んでいける才能も見受けられます。コツコツ積み重ねていくことで社会的にも自分の立ち位置や信頼を築いていける人だと思います。また、アイドル活動と並行して役者としても活動されていますが、その変容する力が役者ごとに全く違う人物を演じ分けられる特別な才能にもつながっているように感じます。そしてこれまで辛かった経験、傷つきながら涙を流した経験もきっとたくさんあったと思います。でもその苦しさから逃げず自分自身でちゃんと乗り越えてきた。その積み重ねが今の自信や深みにつながっているように感じます。さらに過去には負の経験だと思っていたこともこれから先は誰かを支える力へと変わっていく。ひょっとすると、これから先、後輩育成や人を導く立場になったとき、その経験がすごく活かされると思いますし、教えるという役割に入っていく可能性も十分にあると思います。そしてこれまでにまいてきた種が未来ではしっかり、使命として花開き、ますます輝いていく。そしてグループの中では自分が前に出るというよりもメンバー同士をつないで自然と全体を輝かせていく橋渡しのような存在。でもそのあり方こそが結果的に寺西くん自身を、周りを照らす太陽のような存在へと押し上げていくのかなと私はそう感じました。以上が、ソウルのバースチャートです。はい。じゃあ続けて、こちらもいいですか、聖子さん。はい。次はですね、寺西くんの潜在意識の声は、潜在意識は何を彼に伝えようとしているのか、それを、スプレッド2で読んでみました。真ん中に6秒星のカードが出ているのがとても印象的です。これは理想と現実、その両方をちゃんと統合しながら生きていくこと、そして現実としっかり向き合い、自分の理想を形にしていくことが、結果的に自分を愛することへとつながっていくと潜在意識が伝えているように感じます。また、これまで何度も失敗や葛藤を経験してきたこともその度に再生し再誕生してきた強さも感じられます。だからこれからは苦手だなとか不安だなと思うことも楽しみながらチャレンジしていくことでさらに上昇していける流れに入っているように見ます。そして双子座のカードからは自分の中にある好奇心やもっと自由に表現したいという思いも強く感じられます。例えば MC のように自分の言葉でその場を回したり、人とつながったりすることにも本当は興味があるのかもしれません。そのやってみたいという内なる行為に素直になることがこれからの喜びや楽しみにつながっていきそうです。また、過去にはライバルのような存在に対して羨ましさや悔しさを感じたこともあったかもしれません。でも今はその感情をただネガティブなものとして終わらせるのではなくて自分も成長したいというエネルギーへと変換できるようになっている。それは寺西君自身がちゃんと自分の弱さや本音とも向き合ってきたからこそできる成長であり、潜在意識もその経験すべてがあなたを輝かせる力になっているよと伝えています。以上が、寺西君に伝えたい潜在意識の声でした。ありがとうございます。もう素晴らしい。本当に聞き入っちゃいましたけれども。まあ本当に、でもカードも深いですよね。これ、セプタグラムソウルジャーニーのカードリーディングっていうのは、もちろんタロットなどのカードリーディングも素晴らしいんですけれども、これは先生術、新世紀科学、水皮術、カラーセラピーに特化した65枚の光のカードなんですね。で、先に練習会では、こういうカードを先に出したんですよね。先生術よりも。で、ここにほら、いて座がドンとあって、ヤギ座が真ん中にドンとあって、さっき言ってた、獅子座の、本当は主役になりたい、
獅子座のエコーみたいなのがここにある。で、二面性の本当は適当なところがあるけど、ヤギ座に見られちゃう自分との葛藤もある。でもそれを変容していくのが彼の人生。で、変容のカードって、聖子さんが言ってくれた通り、プルートとペリセポネっていう二つともあるんですよね。で、ここにサソリ座のエネルギーも流れてて、さっきの本当のすごい魅力と、これは本当に役者さんはこの2枚のカードが出るといいですよね。変容できるんだから、憑依できるってことだから、どんな役やらしても、その力もある。素晴らしい今の仕事が本当に向いてる方だと思いますよね。で、だからこれで見ると、これも双子座が一番上にあって、これって本当 MC したい、自分が進行したい、司会したい、もっと喋りたいっていうエネルギーに向けて、ドラゴンヘッドの決して得意じゃないかもしれないけど、チャレンジしていくみたいなものも全部出ていて、まさに先生術で見るのと、ね、セプタグラムで見るのが、同じように見ることができる。どっちから見てもいいんで、私たちは両方できるんで、両方やりますけど、どっちかだけでも人生を見ることができるということを分かっていただければと思いました。どうでしょうか？こうやって実はタイムレスシリーズ全部、これで全員見てきたんですけど、なんか気づいたこととかありますか？そうですね。やっぱり今回、8人選ばれた中に、共通点としてあると思うんですけれど、ご自身の中のやりたいっていう、頑張ってみたいっていう思いと、皆さんのタイミングっていうのがやっぱりぴったりあったからこそ、この、頑張ってきた努力とか思いが報われたんだと思うんですね。で、マキさんの今日書かれたノートにも書かれてるんですけど、どんなに頑張って、どんなにそれ欲しいって思っても、その人のタイミングがやっぱりお空の天体と合致してないと、やっぱりこう報われないっていうことが起こるんだなっていうのをこの8人がこう見せてくれたような感じがしました。そうなんですよね。だから私ももう2万件見てきているので、なんで先生術を皆さんにお勧めしているかというと、やっぱりタイミング、みんな大体日本人の人って、私のどこがいけないんだろう、何がいけないんだろう、どんなやり方がいけないんだろうと思っちゃうんだけど、何にもいけなくなくて、そのまんまでいいし、才能もあるし、一生懸命やってるっていう人の方が本当は多いんですよ。ただ、星の位置が今、外から、さっきの寺西君もずっと急に上手くなったわけでも、急にかっこよくなったわけでもない。この間やった原ちゃんも。ずっと努力してるし、ずっと歌も踊りも上手い。けど、外から見てもらえるタイミングっていう星の位置っていうのに恵まれてなかったんですね。でも今それがポンって。で、その時にあったオーディションでこう通ってるっていうのがよくわかるので、勇気につながるんですよね、先生術やってると。だから皆さんもこう、なんか大好きなこと諦めそうになると思うんですけど、ぜひタイミングを信じてほしいと思いますし、これね、2026年以降、それが余計強くなるんですよ。トランスサタニアの影響で。だから今、苦節十何年の、なんだっけ、アイドルグループが急に売れ出したりとか、M1 王座とかもずっとテレビに一回も出てなかった人が準優勝するとか怒ってるじゃないですか。急に漫才うまくなったわけじゃ絶対ないんですよ。ずっと努力してうまいんですけど、やっぱりこう、星の位置っていうのがあるからっていうふうに受け止めていただきたいなと個人的には思いました。他の方もどうですか？なんかやってみて感想シェアできることがある方いますか？はい、さとみさんどうぞ。はい。やっぱり、皆さんそれぞれ共通して、本当にタイミングが大切ということで、日頃の努力ももちろんですけれども、タイミングの大切さも感じていきたいなと思いました。ありがとうございます。そうですね。もちろん大前提としてみんなめちゃめちゃ努力してるんですけどね。その報われないときね、自信なくなるじゃないですか。でも、あなたが悪いんじゃないっていう、本当タイミングのせいっていうとき、本当にあるんですよ。だからね、もっとみんな自分に優しくしていただきたいなとも思いました。他何か言い残したことがある方いませんか？はいはい、どうぞどうぞ。ゆきさんも。
はい。私も本当にタイミングがすごい、大事だなと思いますけども、やっぱそのタイミングをつかむためには、もう続けるってことですね。何があってもやっぱり続そうですけるっていうことね。が、大事だなと思いました。はい。もうこれ本当に実は一番深い言葉なんですよ。続けてきた人にしかタイミングが結局ないから。ってことは、そんだけ好きで、やっぱり続けられるっていうのは好きっていう。ちょっとね、お金のためだけとかトレンドでだったらやっぱり続かないんですよ。続けているってことはさっきのエロスですよね。好きなんですよね。エロスが好きで続けてきたものが天皇制と重なると人生を変えてくれる。なんかすごい典型的な彼のタイミングだったと思います。ということで、ありがとうございました。皆さんも素晴らしい星読みリーディングをありがとうございました。こんな風にね、私たちも毎月練習会でいろんな人を読みながら、いろんなリーディングテクニックも磨いておりますし、まだまだ新しいメンバーも募集しておりますので、気になる方は、キャプションのところにね、ノートとか、ブログとか、飛べますし、公式 LINE なんか無料で見ていただけるので、ご覧ください。また他のタイムレスメンバーのも上げてますので、見てない方はぜひ見てみて、ちょっと比べてみてください。では素敵な一日を。